石田正美さん、当時45歳。石田さんは当時の肘山国民学校、現在の肘山小学校の校長として8月6日、校内で被爆しました。学校が救護所に指定されていたので、それからは不眠不休で負傷者の救護活動に当たりました。当時、三笹の自宅にいた長男の行方は今もって分かりません。今は小学校を退職して東広島市で農業に従事しています。8月6日には午前7時に出勤して、そして学校が大きかったもんですから、まず学校内を一巡いたしました。それから今度7時30分に疎開地へ荷物を送るために教頭以下数人をつけてトラックで荷物を運び出したのであります。学童疎開をしている途中だったんですか？はい。この小学校の生徒を疎開させる途中だったわけですか？まあ疎開をしておったんですね。それで残っておったのは小学校、当時国民学校で小学校の3年以下の子供が残っておりました。4年以上はもう疎開してた。疎開しとったわけですね。それで荷物をその疎開地へ送るために京都以下は出したわけですね。それで私はその荷物を出してから職員室へ帰って、受け入れの方が疎開地へ3万円金を送ってくれというような希望があったので、その受け入れの方といろいろお話をしておったのであります。その時に警戒警報という発令があったわけです。それから間もなしに警戒警報解除、敵の一機声の上空を旋回中言った間もなしにね、稲光を数十倍したようなものすごい閃光がひらめいたんです。私はそれで出ようとか出まいとかいうと考えないでね、無意識に外へ飛び出しておった。部屋の中でもそんなに閃光がしたんですか？はい。それで飛び出してみると、校舎は屋根瓦も窓ガラスも周囲がスレートであったから、それが木っ端みじんに一枚も残らないで散ってしまった。そして子供たちがどの部屋からもどんどん走ってくる、出てくる。幸いにあまり怪我をしてなかった。それですぐ職員につけて学校の裏のぶどう畑に避難しろ言って避難させたわけです。それから、当時ここの学校に兵器廠から重要な兵器を5教室入れて、しかも鍵をかけて釘付けにしとったんです。それがスパイによって私は知られたと思って、それを狙われていう錯覚を起こしたんです。ここの小学校だけを狙ったと思ったわけですか？そうです。だから、やられたと。そこで私は若い職員に言いつけて、これから一つ学校がやられてるからその報告と、応援に来てくれ、市役所県庁の行け言うて命令出したんです。そしたら20分ぐらい経って帰ってまいりました。校長先生、もう駅から向こうは火の海です。肘山線から西の方、あるいは南の方はものすごい火の海で絶対に近寄られません。こう言って報告したわけですね。それから私はちょっと見ると、もう報道へ向いてどんどん避難者がやってくる。小学校に避難者がやってくるわけですか？救護所になっとった。でその状態を見たらね、今の原爆記念館にあるような姿じゃなかったんです。ものすごいその惨めな
いわゆるどう言いますか、消熱地獄、あるいは、とにかく地獄から来たように頭の髪は皮膚と一緒にずってしもうて、それで下へぶら下がってる。それから夏だから薄いものを着とったんで、婦人なんかもそのビニール系のもんだから溶けて、そしてブラブラ下がってる。極端なこと言ったらパンツ一枚になったのが余計よったわけですね。とにかくまあ言葉で表されんような悲惨な状態で、どんどんアリコが行列するようにその報道へ入ってくる。報道入ってきたら絨毯であろうとカーテンであろうと手当たり次第取って横になる。そして暑いよ、助けて、苦しいよ、痛いよいう声がね響いてきてね、何ともできないんです。それで救護所になってたのにね、所長すら来ない。それから他の30人ぐらい救護所普段は原爆警戒警報の時に集まれたり、所長君だけじゃない、誰もくらい2時間経ってね、ようやく2人来たん。それも歯科医と薬剤師へ来てる。これはほっておかれんから、職員の夫人の手の取れるのを言って手伝わしたん。それにしてもつけるものはね、やけどや油しかないんですね。薬は全然ないんですか？あっても大して大勢でからどうもこうならんのですね。そこで、そういうような苦しみを聞きながら、私はやっぱりあんたら一つしっかり援助しよう。私は全体回ってみるから言うて回ってみると、もう行動へ入りきれないから樹木の影へねちゃんと横になってる、痛い痛い言うて、で私を見たらある女の子が「先生水をちょうだい水をちょうだい」水を飲ましたらね命がなくなるんだから我慢しよ、そのうちになんかいいもの持ってきてやるから言って一巡してきてみたらもう死んでおった。ああかわいそうなことをした、水をやればよかったという感じを持ちましたね。怪我人はその何人ぐらい運ばれてきたんですか？ちょっと数が分かりませんけど、とにかく今の行動よりかはちょっと大きかったですね。ここ今何人おるか分かりませんよ。当時はね1600の子供が1800、学級が36学級あったんです。だからそれが入る行動だから少なくとも1500、600は入っていると思います。それから樹木の下の一緒にしたら2000をすっかり出るんじゃなかろうか。それだけのものがここへ避難したわけですね。そして私は、外を回って警戒しながら、とうとう日暮れまでいろいろ手伝いしたわけです。日暮れになったらようやく食事を運ばれ、何が来たかいうと軍隊が使ってた乾麺包、肩パンですね。その肩パンを持ってきてくれたから、それを配ったんです。後で見るとね、やられて顎がもう動かない、歯もない、噛む力もないものに、こんな肩パンをやるんじゃなかった、かわいそうなことをしたと。それで炊き出しをするかいうとそれだけの手が少ないわけですね。石田さんご自身は怪我はしなかったですか？私はね不思議にね怪我はしなかった。で光が早いでしょ、爆風遅いから。で私は無意識のうちに外へ飛んで出とった。で後で行ってみたら自分のおった部屋は天井は落ちとるか、机とだな木っ端みじん、そしてからに西の方から来たんだから、その爆風で西の方のガラス障子なんかが向こうへ腰段の中に刺さっておった。おったら大怪我しとったんです。それで無意識に反射的に出とったんですね。それで怪我をしなかった。後で校長先生頭へちょっと怪我しとられたが校長先生軽いから
手当てをしてなんだこれってことで「ああいいよわしのことはどうでもいい」というようなことでその晩は一睡もせずに回ってみたわけであり夜ずっとその怪我人たちと一緒に過ごしたわけですね。怪我人の間入っていくとねそうと電気はないんでしょ真っ暗だからうっかりすると人を踏むというようなことがあって中に入ってみる外も見るそしてもう一つはね私はさっき学徒動員にね長男が出てその当時は東連兵行くいうことだけ聞いとったでいいがに帰ってかしらん気にかかるんだが帰ってみようかいや公務が大事だから息子のことはそれは明日になれば分かるやろうというようなことでね気にかかりながら全然学校を離れなかったわけですね。そういうふうにして、翌日はどんな感じ？翌日はね、天気が非常にいいとちょうど前の日と同じように今日もまた爆撃がありゃしないかいう不安のうちにね、行動による分を何とかしなくちゃいけん言うんでそれを今度市の方が察してそしてトラックでこう青崎の小学校がね被害がなかったそこへ送ったわけです。怪我人をトラックへ乗せて。で死んだ分はしようないですからね。死ぬ人も多かったですかそれはやっぱり死んだ人がありましたね。何人かいうことは覚えておりませんがその晩のうちに。晩のうちにね。でそれは死んだ人で別に運んでどっかでダビに付したんだろうと思っておりますがね。そういうふうにして一応翌日はどう申しますかその検視をしてね死んだ人と死なない人検視をしてトラックで青崎小学校を来るとそれからとりあえず職員の手の空いたものに職員室とそれから保健室と掃除をさすというようなことでやはり翌日も朝から晩まで本当に走り回って手伝いをしたわけです。それからもう一つ落としましたが子供を避難させた子供ですねそれが気にかかるからその6日の日にねまず家庭へ状態かいうことを職員で男の職員で学区全部回らしたんです。それで戻っての報告はどの家も全部壊れてるけれども生活には差し支えないという報告があった。それじゃあ避難してるのをね今度は組織を変えて家庭へ帰る組織にして送り返していた。どこからどこへ送り返したんですか？それは避難してるのをこっち避難言うてもなんですよハスのぶどう棚そこから今度帰る組織にね変えてそして職員がついて送らしたわけです。子供は全然怪我はなかったですか？ちょっとしたかほんの怪我人が30名ぐらいね怪我した程度軽い程度もあったという程度でこれは不幸中の幸いだったと思っておりますね。そうすると、3日間その、怪我人の治療とかですね、そういうことに当たってらっしゃったわけですけども、その中でですね、一番強く今印象に残っていることっていうのはどういうことですか？結局非常に苦しんでね叫び声はしょっちゅう上げとったということ言ってみれば死んでるというようなことが非常にかわいそうでならないと。それからその次に印象に残ったのはこれはさっきも言いましたがとにかく怪我人の状態ですね。本当に足の折れたのもおったし腕がもげたのもおったしねそれから頭の皮膚と一緒に髪がぶら下がってるというようなのみたいなやっぱり今に頭が残ってますね。それが非常に深い印象です。当時の市内の様子なんかは見ましたか？市内はなんで見ましたね。
焼けてるんだからね。それで校長室が3階にあったんですね。その3階の窓の上へ上がって見たんです。そうするとものすごい黒い煙がね立ち上がってる。ああ今これはもう一瞬にして20何万の人を殺してしもうとるが、おそらくまあ難渋して焼け死んでると、さぞ何だったろうと、まあいろんなことを想像しましたがね。そしてちょっと北の方を見ると牛田の山があります。その牛田の山の松がね自然発火して青いのにそれがボロボロボロ燃えてる。こりゃ青い木でさえそうだから枯れた木なんかすぐ発火するのは無理はないと。だからおそらくまあ焼けながら焼き殺されたようなもんだと。それから私の友人でね中国新聞へで撮った記者がおったんですね。それが家がくずけて、それで妹が妹ですが、その妹が「お兄さんはよ出え」って「いやわしはもう出られせんからお前早く逃げ」言うて、その記者は気が燃えていわゆる焼き殺されたっていうと、あと妹の方から聞いたんですが、まあ本当に悲惨な死に方をみんなしてるんだという、それこそ本当に消熱地獄ねいうようなことだったと想像いたします。他にその印象に強く残っていることというのは何かありますか？それとあとはその当時はとにかく救護所の方で悲鳴を上げて難渋してる状態が今も耳に残ってますよね。それでこういうふうな状態はいつまでもこの語り継いで再びこんなことがあっちゃいけないということをね、私強く印象を受けております。そして私はこれはよく言うんですが、アメリカは真珠湾パールハーバーを忘れなということを言ってるけれども、これは軍事施設であって、そして軍隊をやってるんです。アメリカの、ボーイング B29 は全然無垢の戦闘力のない老人から若い者小さい子供までいっぺんに殺しちまってる。これは許すことできないと。そういうふうなことは絶対に今後ないように言い残さねばならんという気持ちを、日にちが経てば経つほど、私当時44でしたが今87になりますけど、ずっと思い続けて、再び広島のは広島ですが、広島のようなことを起こさせちゃならん。これだけはどこまでも語り継ぐと。そして、もう一つこれは付け話になりますが、高山という人が東広島におるんですが、それが原爆の状態を英文で書いて、そして世界各国へ進呈したんです。そしたらそれを受けた人が「はあ本当はあっちゃいけない」と。そしてからに特に政府の要人は、本当に感激しました。もう原爆がないように努力せねばならんと思っておりますいう返事を送ったそうですね。とにかくこの悲惨な状態をどこまでも語り継ぐと。そして、私がさっき言ったように年を取れば取るほどそれが必要だっていうことを強く今感じてるわけです。